ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道を紹介しているよ。今回のテーマはこの車両。韓国のかつての花形列車、セマウル号だ。セマウル号は有線系のディーゼル機関車でステンレス製脚車を挟んだプッシュプル列車であり、高速鉄道、KTX が開業するまでは韓国の大動脈、キョンブ線を経由してソウル、プサンを結ぶ優等列車だった。セマウルという名称は農村の近代化を目指し1970年に展開されたセマウル運動に由来するぜ。ゾンビ映画のポスターにも登場している韓国の鉄道を代表する形式の一つだね。セマウル号の名前を持つ列車は現在でも運行されているが、プッシュプル列車のセマウル号は KTX の改良後引退してしまったぜ。今ではもう見ることができないんだね。実は、セマウル号の車両の一部は今でも生き残っている。それも、グリーン車に相当する特質車両が定期列車で運行されているんだぜ。往年の花形列車の優等車両に今でも乗ることができるんだね。早速乗りに行こう。我々が今いるのは早朝のチョンニャンニ駅。チョンニャンニ駅はチュンアン線、キョンチュン線などの始発駅であり、ソウルのターミナル駅の一つだぜ。東京でいう上野駅のような感じだね。駅の奥には多数の客車が誘致されており、発車を待っている。これから出発するチュンアン線方面行きムグンファ号の連結作業が行われているぜ。ムグンファ号は日本の急行にあたる停車駅が多めの種別だね。そうだな。ムグンファ号はほぼ韓国全土で運行されている。客車列車で、電気機関車やディーゼル機関車が牽引するぜ。しばらくして、今回乗車するトンヘ行きムグンファ号がホームに入ってきた。電気機関車が客車4両を牽引している。さっき連結作業をしていた編成だね。日本ではほぼ絶滅した客車列車だが、韓国ではムグンファ号をはじめ現在も多数が運行されているぜ。客車の形式は何種類かあるんだね。そうだな。1、2両目は旧型客車、3両目はリミット型と呼ばれる連続窓の形式だ。4両目は雰囲気の違うステンレス車両だね。これが今回乗車する元セマウル号特質車両だ。ステンレスの車体や丸い窓が特徴的で、編成の中でも異彩を放っている。車体断面は丸みを帯びており、3両目のリミット型客車と比べると形状の違いがよくわかるぜ。アムトラックのステンレス客車を連想させるデザインだね。車両は1999年製。2007年に11両がセマウル号からムグンファ号に転用され、チュンアン線方面のムグンファ号に1両ずつ連結された。当初は特質料金を取っていたが、車両が老朽化したこともあり現在は普通席として運行されているぜ。韓国の客車には行き先表示器がなく、車体中央にサボがついている。かつては上りか下りかわかる表示になっていたが、サボ取り替えの手間を省くためか近年往復の表記に変更されたぜ。牽引している機関車は8200型電気機関車、シーメンスのユーロスプリンターをベースに設計され、2003年から2008年にかけて韓国のヒュンダイロテムで製造された、シーメンス特有の音階を奏でるインバータ音が特徴的な車両だぜ。車内に入ってみよう。韓国の鉄道は低床ホームが多く、列車に3段のステップがついているぜ。車内はこんな感じ。東海道新幹線のグリーン車を思わせる落ち着いた色合いの内装だ。韓国の車両は車幅が3200ミリ。日本の在来線車両より広いため、4列の座席配置でもゆとりがある。特質車両にふさわしいボリューム感のある座席で、曲線が散りばめられたデザインも高級感を漂わせている。シートピッチはかなり広く前の座席にフットレストがついている上、膝下のクッションも引き出せる。非常に深い角度までリクライニングできるため、完全に倒せばフルフラットに近い状態になるぜ。豪華列車だね。ちなみに、普通のムグンファ号客車の内装はこんな感じ。座席定員は元セマウル号特質客車は64席なのに対して通常のムグンファ号客車は72席だ。決して悪い設備ではないが、同じ料金とは思えない格差があるぜ。元セマウル号特質客車は明らかに乗り得な車両だね。この車両を選んでチケットを購入する方法はあるのかな？駅の券売機やコレイルの公式サイトでは座席指定ができないが、中国の旅行代理店トリップ .com なら座席マップから席を選べるため、チョンニャンニ駅
崎市発の無分派号で座席定員64席の車両を選んで予約すればセマウル号特質車両に乗車することができる。平壌駅発無分派号の1号車は元セマウル号客車であることが多いが、通常の無分派客車のみの編成もあるので、座席定員を確認する必要があるぜ。手数料がかかるけど、トリップドットコムでチケットを購入することで座席指定できるという裏技があるんだね。発車までしばらく待っていよう。7時34分、列車は帝国通り平壌駅を発車した。乗車中の列車は無分派線631トンヘ駅、春安線、テベク線、ヨンドン線を経由して日本海側の都市トンヘに向かう。主要駅の到着時刻は、ウォンジュ9時7分、チェチョン9時31分、ミンブン30時45分、トンベク31時27分、終点のトンヘには12時26分に到着するぜ。終点まで5時間近くもかかるんだね。今回は途中駅で春安線、テベク線、春福線乗り換え駅のチェチョンまで乗車するぜ。平壌を出発後しばらくは電鉄も運行される区間を走行する。平壌駅の地下ホームを出発した1号線ウィジョン部方面行きの列車と並走しているぜ。しばし、春安線の車窓をご覧ください。車両最後尾の貫通扉からは後ろ側の車窓を眺めることができる。春安線は線形改良工事が施されており、非常に線形がいいぜ。客車列車ならではの景色だね。チピョン駅では関門行きの KTX イウムに追い抜かれる。KTX イウムは2019年に登場した新型の準高速車両だぜ。春安線の駅には KTX イウム用のスクリーンドア付き高床ホームと無分派号用の低床ホームの両方がある。同じホームでも列車によって停車位置が全く異なるぜ。待機場所を間違えないようにしないとね。ウォンジュ駅ではトンヘ発平壌に行きの上り列車とすれ違った。この編成は平壌側に元セマウル号の電源車と特質客車を連結しているぜ。8200型電気機関車は客車への電力供給機能があるはずだけど、電源車が付いている編成と付いていない編成があるのは不思議だね。ちなみに、元セマウル号の電源車は多数が現役で客車列車の多くに連結されている。中にはセマウル号時代の水色塗装のままの車両もあるぜ。
9時33分、列車はほぼ定刻通りチェチョン駅に到着した。チェチョンはチュンアン線、テベク線、春福線が分岐するジャンクションだ。駅構内には、すでに役割を終えたと思われるアルストム製ベースの電気機関車8000型や、2023年に登場した無群ファ号置き換え用の新型電車、ITX マウムの姿があったぜ。韓国の鉄道車両は世代交代が早く次々に新車が登場するね。今回の動画はここまでだ。元セマウル号特質客車、無群ファ号の料金でかつての優等列車の特質を体験できるお得な車両だったね。現在、無群ファ号は新型電車 ITX マウムへの置き換えが始まっている。元セマウル号特質客車に乗りたい人は早めの訪問をお勧めするぜ。ご意見ご感想お待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。